ちは、あがです。今回は津川陽光さんの新製品ニューモップくんを開封していきます。パッケージはこんな感じでクリアケースにパーツ類と並んで収まっています。こちらは記載の通りレールのクリーニングのための車両となります。車両自体は非常にコンパクトでトミックスの C103 にも対応しているようです。補選用車両のような雰囲気を演出できるデカールが付属しています。ダミーライトを取り付けようとしたら車体の穴とパーツの足の太さが合っておらず、足を削ってから取り付ける形となりました。ライトパーツの材質は ABS で細いため無理やり差し込むと曲がります。すんなり入らないときは無理せず足を削ってから取り付けましょう。次はボディを外してダミーカプラーを取り付けます。カプラーポケットにダミーカプラーを組み込みます。ボディがカプラー受けの蓋を兼ねているような構造ですね。カプラーポケットのない側がモップを取り付ける側です。交換用のモップ単品での販売もあります。モップパーツを取り付けて完成です。モップは曲げて調整が必要です。モップがそのままだとモップ取り付け側の車輪が浮いてしまいます。一番クリーニングが行いにくいループ線があるエンドレスでモップくんを試してみようと思います。トミックスのクリーニングカーが走行できないエンドレスとなります。走行させるのは室内灯組み込み済みのアレグラ便利な急行です。動きがギクシャクしている上に室内灯にちらつきも見られます。このエンドレスは一番メンテナンスが行われていないエンドレスです。随所で通電不良が発生していますね。手で少し触れると動きます。エンドレスを放置してぐるぐる周回運転させることができない状態。ループ線の下り勾配は勢いで駆け下りてくれますね。手が届きにくくレールのクリーニングが行いにくい箇所です。この辺りは室内灯の状況がよく見えますが、ちらつきがひどいですね。一周させてみましたが、おそらくレールの清掃不足だろうという不安定な走行でした。ニューモップ分のモップ部分を曲げて車輪が浮かないようにしました。この状態でニューモップ分でクリーニングをやってみましょう。ところがポイントを通過できません。まだ車輪が浮いています。前輪がポイント絶縁部分を通過時、後輪が浮くと止まります。そのため何度か走行させてみて後輪がレールから浮かない角度にモップを曲げる調整が大切ですね。何もないところでも頻繁に止まります。この時点ではまだモップの角度の調整が甘かったため後輪が浮くことが多いためです。前輪と後輪がきちんと終電できればどちらかが汚れるので絶縁状態でも動いてくれますが、後輪が不安定だと動画のような状態になります。あとは小型車特有の勾配への弱さもあるのかもしれませんね。止
まるたびに手で後押ししながらとりあえず一周させます。これは完全に調整不足での走行となりましたね。クリーニングカーはそもそもレールが汚れている時に走らせるわけなので、モップの角度調整以前にそもそも走らないこともあるでしょう。手押しの場面はある程度は想定しておいていいかもしれません。後輪が浮かないようにモップの角度を再調整しました。あまりモップを曲げすぎるとそもそもレールに触れないという問題が起きそうでもあるので、調整は本当に大切ですね。ではもう一周走らせてみましょう。今度は比較的スムーズに走ってくれています。レギュラーが止まった箇所も難なく通過しました。先ほど手押しを含めて一周させている効果もあるのでしょうか。後輪がギリギリ浮かない角度にモップを調整できれば安定したクリーニング走行ができそうですね。2周クリーニングさせたので、アレグラを再度走らせてみましょう。通電不良で余った箇所をスムーズに通過しました。室内灯のちらつきが解消されています。随所に汚れによる通電不良が見られたエンドレスを問題なく走行。ちなみにモップにはトミックス製のクリーニング液を染み込ませました。ニューモップくんのモップを確認してみると汚れが取れていますね。モップを曲げる調整は必要で、調整不足だと1周目のようにまともに走行しない可能性はあります。調整を行って走らせるとクリーニング効果はしっかり出ましたし、小半径レールでも走行できる点は大きな魅力ですね。皆さんも手軽なメンテナンス車両として備えておいてはいかがでしょうか。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。